おいおっさん、この資料2時間で翻訳してこい。そう言って新入社員の何山は俺に英語の資料を投げつけた。まあ、あんたの能力だと2時間でも無理かもしれねえけど、どうせ中学英語までしかやってねえんだろ。だって中卒だもんな。そう言って彼は悪魔のように笑った。俺の名前は本間圭介、48歳のサラリーマンだ。俺は今日久々に戻ってきた本社の前で緊張していた。俺が働いているのは設計から施工まで一貫して行う建設会社だ。東京に本社があり、地方にもいくつかの支社がある。本社に戻ってきたのは実に15年ぶりだ。俺が設計の仕事をしたいと思ったのは小学生の時。俺の家は母子家庭でとても貧乏だった。生活に余裕がなかったために、俺たちが住んでいたのは親戚からタダでもらったボロ屋。言わなければここに人が住んでいるなんて思われないような掘ったて小屋だった。俺が学校へ行っていた当時は家に友達を呼んで誕生会を開くのが流行っていた。でもうちは掘ったて小屋で、その上みんなをもてなす菓子を買うこともできなかったので、誕生会なんてできずに悲しい思いをした。そんな経験を繰り返すうちに、将来は人を呼んでも恥ずかしくない家に住みたいと思い、設計に興味を持ったのだ。そこで中学を卒業した俺は建設会社に就職し、7年間実務を積んだ。そして22歳の時には2級建築士の資格を取得。その後、さらに実務を積んで念願の1級建築士の資格を取得した。それから様々なプロジェクトに参加したのだが、ある時地方自治体からの依頼で空き家を改修して移住者向けに販売するプロジェクトに参加。その案件がうまくいったのをきっかけに、俺は社内で地方支社の立て直しを命じられ、15年ほど地方で勤務をしていた。だから今回本社に戻ってくるのは15年ぶりだったのだ。久々に入った本社の玄関。廊下もオフィスも昔と全然変わっていない。だけどさすがに15年も経っていると、オフィスには知った顔もほとんどいなかった。唯一知っている顔といえば、以前俺の直属の上司だった飯田さん。なんと彼は今社長職についている。今回俺に本社勤務の話をくれたのもこの飯田社長だった。久々に会った俺は彼との喜びの挨拶を交わした。こうして俺の本社勤務が始まったのだが、15年ぶりで本社勤務にまだ不慣れな俺は慣れるまで営業の配属になった。仕事に慣れたら他の部署に配置されることになっているが、それを最初から言うと他の社員たちが気にすると思ったので、俺と飯田社長の間の秘密となっていた。だけど、そんな理由で配属となった営業部で問題が起こったのだ。原因は何山という男だった。彼は20代前半の新入社員。新入社員だが難関大卒の彼はプライドが高く、ものすごい自信家のようだった。実際能力はそこそこあるようで、俺が本社に戻る1ヶ月前に新入社員にもかかわらず大きな契約を取ったという。だからそのことでますます自信を持って社内で大きく振る舞っているらしかった。本間です。今日からよろしくお願いします。配属初日、挨拶したのだが、彼はひどくぶっきらぼうで返事もない。握手なんてもってのほかだ。それどころか、おい、本間、ここではあんたの方が新人だから呼び捨てでいいよな。なんとも横柄な態度だ。とんでもない新入社員がいるもんだと逆に呆れてしまったが、特に問題がないと思ったので、はいと返事をしておいた。それから彼と一緒に仕事をすることになったのだが、彼は自分が指示を出すと言っておきながら、ほとんど何も言わない。仕方がないから自分で取引先の状況などを調べていると、指示してないのに余計なことをしてんじゃねえと怒鳴られた。すべてを自分中心に考えてしまう彼は、本社に出戻ってきたおっさんの俺のことを見下しているのだ。
彼に言わせると、自分と同じ学歴の土俵に立っていないやつは5らしかった。だから仕事の間違いを指摘したりするたびに、おい、ほんま、聞いたぜ。あんた中卒なんだってな。そんな学歴でよく俺に対して物を言えたな。俺は難関大卒で、TOEIC だって800点はあるんだぜ。お前みたいな中学英語しかできない人間に言ってもわかんねえだろうけどな。と嫌味を言うのだった。こんな問題社員の彼に指導を受けながら日々の仕事をこなしていたのだが、ある日、とうとう大事件が起こってしまったのだ。それは何山が担当している海外のゼネコンからの依頼だった。何山はその取引先から送られてきた契約書と資料の束を持つと、おっさん、それ2時間で翻訳してこいよ。あんたの能力だと無理かもしれねえけど、そう言って俺に投げつけたのだ。最近では彼は俺のことをのように思っていて、こんな風に非常識な態度を取られることもしばしばだった。俺は彼の態度に落胆しながら床に落ちた資料を手に取り、ペラペラとめくった。何ですかこれ。ははは、俺が取ってきた5億円の海外案件だよ。X 国のゼネコンから俺宛てに仕事の依頼が来たんだ。中卒のお前にはこんな芸当できないだろうがな。それはヨーロッパ大陸にある小さな国のゼネコンからの依頼だった。何でも自国の山沿いの開発を進めたいということで、日本で同様の設計・施工経験がある我が社に直接依頼をしてきたという話だった。この案件は3ヶ月ほど前から話は聞いていた。中でも何山が特に気に入って依頼が来てからというもの、ほぼ彼が独断で仕事を進めていたものだった。何山は X 国での工事に向けて施工するための各種手続き書類を依頼人とやり取りしていたらしい。それがつい先日、X 国での工事許可が下りたそうだ。そこで工事の依頼人である海外ゼネコンが現地視察などを手配するための費用が書いてあるから指定する口座に振り込んでくれと契約書と資料を送ってきたという。何山が俺にぶつけたのはその資料一式だった。ほんま、お前はどうせ社内のお荷物なんだし、このくらいの仕事はやっとけよ。見下した風に言う何山。だけど俺はペラペラとめくった契約書と資料の内容を見てぎょっとした。何山くん、君、まさかこの資料本物じゃないだろうね。慌てて尋ねると、はあ？何言ってんだ。取引先が送ってきた本物だよ。寝ぼけてんのか？苛立つ彼。そんな、これは偽物ですよ。取引してはいけない。俺の言葉に何山はカンカンに怒ってしまった。自分が取った案件にケチをつけられたと思ったのだろう。はあ？なんだと？おい、お前、中卒でろくに英語も読めないオワコン社員のくせに、いい加減なことを言うんじゃない。何山が大声で話すので、オフィスではちょっとした騒ぎになっていた。この時には社内の他の社員、それに社長の言い出しまで集まってきたくらいだ。どうしたんだ？何？契約先が出してきた資料がおかしいだと？本間くん、どういうことか説明したまえ。駆けつけた社長の言葉に、はい、契約書、資料と一緒に送られてきたメールを見てみます。俺はみんなに見えるように何山のパソコンを社内の大型モニターにつないで先方から送られてきたメールや資料を写した。このメールを見てください。英語のスペルがところどころ間違っている。ちなみにこのような文法ミスは英語が母国語の人間なら絶対に起こさないミスです。俺の言葉に社内のみんながうんうんとうなずく。何山くん、君が契約したゼネコンのある X 国は英語は公用語でしょ？英語が公用語の人間がビジネスメールでこんな間違いをするわけがない。これは明らかに英語を母国語としていない人間が書いたものだ。俺の指摘にみんなから驚きの声が上がる。何山は悔しそうな顔をして俺を睨んでいる。何山くん、それに他に証拠があります。ほら、君が訳すように言った資料。俺は続けて話をしようとしたのだが、資料だと？
そもそもその英語資料はさっき渡したばかりだろ。なんで中学英語しかできないお前がそんなことを言えるんだよ。5分ぽっちでお前みたいな低学歴が英語の資料を理解できるわけがないだろ。文句を言って話の邪魔をする何山。さすがの俺も少し苛立ってきた。そこで、君、俺は確かに中卒だけど、そこから何年経っていると思うんだ。今はインターネットもあるし、第二言語を習得しようとすればいくらでも機会がある。何も大学までが人生の勝負じゃないんだ。そうピシャリと言った。すると何山は一瞬うろたえたが、その時社長が、そうだぞ。我が社は語学研修にも力を入れていてな。本間くんは地方勤務していた数年間のうち、海外企業との案件を受けてもらったこともある。彼は勉強熱心だから自分で勉強を進めて、TOEIC も900点台なはずだ。と援護射撃をしてくれた。何 ?900 点このおっさんが？何山はびっくりして目を丸くしている。自分から言うのもどうかと思ったので、今まで黙っていたけれど、実はそうなのだ。俺は中卒なのは間違いないが、今では勉強して社内でも抜群の英語力を身につけている。俺がこんなに英語力を伸ばすことができたのは妻のおかげだ。俺は地方で仕事をしていた時、海外企業との合同プロジェクトに参加させてもらうことがあった。そしてその時に海外企業の担当者として出会ったのが妻のキャサリンだった。彼女はアメリカ人で日本建築に興味を持っていた。そして俺と建築の話をしている間に意気投合。その後交際を始めて結婚し、今は日本で一緒に暮らしている。正直建築に関わる英語の専門用語などはデートをしている時に全て妻から教えてもらったのだ。そして彼女との会話を重ねるうちに俺の英語力はずば抜けて上がっていき、今や TOEIC で高得点を出せるまでになったのだ。だから俺には何山が投げつけた資料を読むなど5分で十分だった。だからなんだってんだよ。こいつの英語力が高かろうが、それだけでこの案件が詐欺だなんて確定はできねえだろ。おい、ほんま、お前どうせ俺の仕事の成果に嫉妬してイチャモンつけるつもりなんだろ。この案件が詐欺だなんて、そんなことあるわけがない。だって今まで取引は何の問題もなく順調に進んでいるんだからな。ちゃんと現地の人が工事の許可証だって出しているんだ。資料に添付されているだろう。この話は終わりだ。と何山は強制的に話を切り上げようとした。だけど偽造された可能性は？何？工事の許可証が偽造されている可能性はありますよ。だってこの許可証、よく見ると英語で書かれていないですからね。アルファベットの並びがおかしい。正直言ってこの資料の怪しさをまとめたら別の資料が一つ作れそうなくらいだ。なんだと？俺の言葉に何山は一瞬食ってかかってきそうになったが、まあ何かおかしいところがあるなら慎重にするべきだ。何せ億単位の契約だからな。本間くん、他に怪しいところはあるかな？社長。社長の言葉に俺は話を続けることができた。何山は狼狽した様子で口をパクパクとしている。まず君はこの契約書をまだ読んでいないから知らないのかもしれないけれど、振込先として指定されている銀行口座は個人名になっているよ。ビジネスの取引で外国人の個人口座への振り込みはありえない。それから指定された銀行は X 国でなく隣国の Y 国の銀行だ。これも理解できない。あまりにも不審だ。おそらくこれはビジネスメールを装った詐欺でしょう。何山くんにビジネスを持ちかけたのは X 国とも海外のゼネコンとも何の関係もない詐欺師だ。先方は銀行に金が振り込まれたら逃げるつもりに違いない。俺が暴露した真実に社内は騒然となる。おい、ほんま、低学歴のお前の言うことなんか俺は絶対に信じないからな。そう言ってまだ負けを認めずに頑張っている何山。そんな彼に俺は言った。まあ君が信じる信じないは勝手だけど、俺は X 国の大使館に行ってくるが、君も行くかい？はあ？何言ってんだよ。なんで大使館なんかに？
この案件が本当に詐欺かどうか事実確認のためにだよ。俺の言葉に、いい機会だ。先輩と一緒に行ってきたまえ。社長に言われて、結局この日の午後、何山はしぶしぶ俺と一緒に X 国の大使館に向かった。大使館では大使が面会してくれたのだが、話の内容を聞いてひどく憤慨した様子で、本間さんの話を統合してみると、それはおそらく詐欺だ。X 国内でもそのような詐欺の情報に注意する。今日連絡をくれたことに感謝する。と言ってくれた。ちなみに大使は英語が母国語なので、俺はずっと英語で話を進めていたのだが、何山のやつ、毎日のように英語を自慢していたにもかかわらず、大使と俺の英語での会話が半分も理解できなかったらしい。後で分かった話だが、彼が TOEIC800 点と言っていたのは、実はハったりだったようだ。実際の語学能力は500点取るのもやっとという程度らしかった。彼は確かに大学入学までは優秀だったようだが、大学で遊びほうけて、ろくに英語の勉強をしていなかったために、すっかり能力が落ちてしまったのだ。大使と俺が英語で話している途中、何山が話を理解できていないことに気がついた大使が気を使って日本語に切り替えてくれたので、やっと彼も話に加わることができたありさまだ。エリート気取りの化けの皮は完全に剥がれてしまった。その後、大使館からの要請もあり、何山にメールを送ってきた詐欺師は国際警察によって逮捕されたという。それにもかかわらず、何山は、なんだよ、中卒がちょっと詐欺を見抜いたくらいで。俺だって最初から分かってたさ。だけど本当に詐欺かどうか確信が持てなかったからそのままにしていたんだ。頃合いを見て断るつもりだったさ。なんて反省する様子も見せずに頑張っていた。そこで俺は、いいか、たった一人が詐欺を見抜けなかったせいで会社の仲間を危険にさらす可能性だってあるんだぞ。甘く見るなよ。そう言って何山を叱った。単なるビジネスメール詐欺も侮ることなかれ。設計や施工を行う案件の場合、外国に現地視察などにも行かなければいけない場合もある。その渡航中に犯罪に巻き込まれて拉致監禁なんてこともない話ではないのだ。だから詐欺には十分注意しなければいけない。お金だけの問題ではない。今回の件について社長も重く考えたようで、何山はその後しばらく俺の下で勉強することになったのだが、プライドの高い彼は見下していた俺に指導を受けることがよほど嫌だったらしい。自分でフリーランスで仕事をすると言って自主退職してしまった。そしてなんと数ヶ月後に知った話だが、外国で行方不明になってしまった。何山はまた以前のようなビジネスメール詐欺に引っかかってしまったそうだ。そして海外のある地域に現地視察に行ったきり消息不明となっている。やばい事件に巻き込まれてしまったのかもしれない。だからあれだけ注意をしたのに。俺は行方不明リストに入ってしまった彼の名前を見てため息をついたのだった。その後、俺は本社で役職をもらい、順調に仕事をしている。最近は海外からの設計の依頼も増えて、語学力を生かす場面も多い。社内では若手に英語力を身につけさせるためのコーチなども行っている。これからも自分の能力を生かして仕事を頑張っていこうと思う。